宇宙がでかすぎて正直どれだけでかいのかわからないと感じたことはありませんか？930億光年と言われても結局のところとにかくでかいとしか思えないですよね。でも実は宇宙の大きさは身近な空間で体感することができるんです。皆さんこんばんは、ミスタービヨンドです。本日は宇宙全体を6畳一間に圧縮し、我々の地球が一体宇宙ではどれくらいの大きさになるのかを徹底的に深掘りしていきたいと思います。まず前提条件を揃えていきましょうか。6畳の部屋と一口に言っても畳のサイズは地域によって異なります。ここでは関東での一般的なサイズを採用したいと思います。関東の畳は1畳あたり約 1.62 平方メートルです。これを基準にすると6畳の部屋は縦 3.52 メートル、横 2.64 メートルということになります。でも部屋の中で一番大きい空間は部屋の対角線の距離です。この空間の対角線は 4.4 メートルあるので、本日は観測可能な宇宙の直径である930億光年を 4.4 メートルに縮めていきたいと思います。では早速計算と言いたいところですが、まず宇宙の大きさを軽く整理しておかないと結果の凄さが伝わりません。なので2分だけお時間をください。宇宙の大きさを理解する上で絶対に知っておかないといけないのが光年と宇宙の階層構造です。1光年とは光が1年間かけて進むことができる距離のことです。キロメートルに直すと約 9.5 兆キロメートルあります。太陽から海王星までが45億キロメートル程度なので、1光年はその1054倍以上あることになります。ここだけを切り取ると太陽系を狭いと感じてしまいます。でも海王星は宇宙探査機ボイジャー2号が平均時速5万キロメートルという猛スピードで12年間飛び続けてようやく到達できた場所にあるんです。続いて宇宙の階層構造です。宇宙は段階的に大きくなる構造をしています。まず太陽のような恒星とその周りを回る惑星たちが太陽系を作っています。その太陽系が数千億個集まって天の川銀河のような銀河になります。さらにそんな銀河が数千個集まって銀河団を形成し、銀河団同士が宇宙最大の構造体である超銀河団を作り上げます。そしてこれらすべての構造体が織りなす宇宙全体が930億光年の大きさなんです。これが我々の宇宙です。では、いよいよ実際の縮尺を計算していきましょうか。930億光年を 4.4 メートルに圧縮するわけですから、まずは1光年が部屋の中ではどれくらいの長さになるのかを求める必要があります。これが全ての基準です。計算をしてみると、部屋の中での1光年は約 47.3 ピコメートルに相当することがわかります。ピコメートルというのは1兆分の1メートルという、これまた想像を絶する大きさです。では、ようやく準備が整いましたので、宇宙を6畳に収めた時の世界観を見ていきましょうか。まず、私たちが住んでいる天の川銀河です。天の川銀河の直径は10万光年ありますが、この場合、約 4.73 マイクロメートルになります。マイクロメートルは100万分の1メートルですから、肉眼では到底見えない大きさです。人間の髪の毛の太さが約70マイクロメートルですから、天の川銀河は髪の毛の約14分の1の太さということになります。天の川銀河は2000億個以上の恒星を抱える巨大銀河ですが、この縮尺では髪の毛よりもはるかに細い糸のような存在になってしまうんです。つまり皆さんの部屋でたまに見かけるであろう産毛よりもさらに細い毛がこの宇宙の中に存在する銀河系の大きさと言えるんです。この時点ですでに宇宙スケールの異常さを感じさせられます。では次に
私たちの太陽系を見ていきましょうか。太陽から海王星までの距離は45億 km でしたが、この場合 22.5 フェムトメートルになります。フェムトメートルはちょうど重い原子核と同じくらいの大きさです。つまり太陽系全体が原子核1個分の大きさに収まってしまうということです。原子核は原子全体の10万分の1程度の大きさなので、肉眼どころか粒子加速器を使わないと見えなくなってしまうんです。つまり先にご紹介したボイジャー2号が12年かけて飛んだ距離は宇宙スケールで見ると原子核数個分移動した程度のことでしかなかったことになるんです。ここだけを切り取っても、いかに宇宙が私たちの日常的な感覚では到底理解できない世界であるのかがわかると思います。では、いよいよ私たちの地球です。宇宙スケールで見ると地球の大きさは霞んでしまいますが、岩石型惑星という括りで見ると地球は太陽系では一番大きい惑星です。これは直径約 12,700km、円周4万 km もあるからです。では計算結果を見ていきましょうか。場合 63.7 ゼプトメートルになります。ゼプトメートルという単位、おそらくほとんどの方が聞いたことがない単位だと思います。これは1の後に0が21個もつく単位なんです。陽子の直径が約 1.7 フェムトメートルですから、地球は陽子の約2万6000分の1の大きさということになります。陽子は原子核を構成する素粒子なので、地球は陽子よりもはるかに小さな点になってしまうわけです。現代の最高の技術を使っても、もはや観測することすら不可能な大きさと言えます。つまりまとめると、宇宙を6畳一間にまで圧縮したら、地球は素粒子よりも小さい大きさになってしまうというわけです。地球には80億人以上の人類が住み、海があり、山があり、豊かな生態系を育んでいます。でも、そんな私たちの地球は、宇宙スケールで見ると、素粒子よりもはるかに小さい点に過ぎないと言えるんです。この話を聞いて思い出したエピソードがあります。まずは、こちらをご覧ください。こちらは、宇宙探査機ボイジャー1号が60億 km 離れた場所で撮影した写真です。写真に写っているのは、わずか1ピクセルにも満たない青い点。これが私たちの地球です。この写真はペイルブルードットと呼ばれています。まさに今日お話ししたように、宇宙スケールで見ると地球は本当にちっぽけな存在として写っているんです。実はこの写真撮影を提案したのが天文学者のカール・セーガンでした。彼はこの小さな地球を見てこんな言葉を残しています。この小さな点をよく見てほしい。ここが私たちの故郷、私たちのすべてだ。あなたが愛する人、知っている人、全員がここにいる。これまで出会ったことのない人も、すでに亡くなった人もだ。私たちの喜びも、苦しみも、権力者も、庶民も、英雄も、臆病者も、文明を築いた人も、壊した人も、すべての人々がこの小さな場所に住んでいる。太陽の光に浮かぶ塵のような小さな場所に、地球は広大な宇宙の中の小さな舞台だ。私たちの傲慢さや思い上がり、宇宙の中で特別な存在だという錯覚を、この小さな光の点が教えてくれる。地球は生命が確認されている唯一の星だ。この小さな青い点を大切にしていく必要がある。私たちが知るたった一つのふるさとを。いかがでしたでしょうか。本日は宇宙を6畳の部屋に収めるという壮大な思考実験をしてみました。過去に1ミリ、原子、素粒子、プランクチョウなどいろいろな比喩を用いてこの宇宙を例えてきましたが、個人的には6畳一間が一番イメージしやすかったです。素敵なリクエストをくださりありがとうございました。今日の計算で見てきた通り、宇宙の中での地球は
本当に想像を絶する小ささです。でも同時に、この小さな地球こそが私たちの唯一のふるさとである。そんなことを考えさせられました。それではご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。